話なのだ。アンと簡単楽団のツンメタンの解説コーナーが始まるのだ。今回は科学の歌から、車輪は回る、知識を乗せての歌詞を解説していくわよ。この歌、馬車職人の娘が魔法学園ものの優等生ツンデレヒロインで、主人公の遍歴職人に惚れるみたいな感じの曲なのだ。鋭いわね。実はその出れる過程がこの曲の一番伝えたいことなの。どういうことなのだ。では人類の知識がどのように広がり、また生み出されてきたか、早速見ていきましょう。知識の共有の範囲はだんだん広がっている。この歌では知識の共有を3つの段階で描いているわ。1つ目は職人ギルド、2つ目は特許、3つ目はオープンソースよ。3つの段階があるのだね。ギルドって何なのだ。昔の職人たちの組合みたいなものね。ギルドは秘密主義として批判されることも多いんだけど、血のつながりを超えて師匠から弟子へ、個人的なつながりで確実な知識の継承を実現していたのよ。なるほどなのだ。直接教えることで技術が絶えないようにしていたのだね。そして時代が進むと、2つ目の特許制度によって知識は限られた人から広く公開されるようになるわ。でもパンクの修理は一大事、まだダメ。そこに兄弟で挑む、自由に取り外せる工夫。これはそれまで木製のリムに固定されていたのを改良して、取り外しできるゴムタイヤの特許を取ったお話ね。さらに3つ目のオープンソースが登場するの。3点シートベルト、命守る発明。人類のため、すべての人に公開。こっちは自動車のシートベルトの特許をみんなに無償公開したお話よ。じゃあ、一番新しいオープンソースが一番優れているのだ。単純にそうとも言えないわ。特許は権利という見返りがあるからこそ知識が広く公開されたし、オープンソースの自由な代わりに自分も公開するというルールを守らせるのにも、実は特許の仕組みが使われているのよ。なるほど。前の段階の仕組みをうまく利用しながら知識を共有する範囲がだんだん広がってきたのだね。知識の共有の範囲が広がったことで生み出される利益は増えている。車輪は巡る、その家には富と栄え。秘密にするより多くの富をもたらす特許。車の注文の激しい嵐は吹き荒れて。今度はお金の話なのだ。そうよ。知識が共有される範囲が広がるにつれて、生み出される経済的な利益も大きくなっているの。1番のギルドでは確かな技術で家への富を、2番の特許では独占による多くの富をもたらしたわ。そして3番のオープンソースでは、独占の利益を捨てて公開したことで、人々の称賛を集め、その評判が巡り巡って、激しい注文の嵐というさらなる莫大な利益を生み出したのよ。じゃあ、だんだん知識の共有が進んでいって、みんな利益をもらってハッピーになったってことなんだね。実はこの歌はそれだけじゃないの。歌詞の構成を見ると1番が一番長くなっているんだけど、そこにこの歌で本当に伝えたいことが隠れているのよ。福く勝ち気な娘の純真なる願い、兄弟たちの果てなく探求、そして誇り高き技術者の夢見た理想。それは単なる効率化の呪縛を打ち破り、魂の輝きを放つ至高の錬金術。職人たちのより良きものを作らんという熱きパッションこそは、新たな世界線を開く得意点となるのよ。またメタンの中二病妄想が爆発してるのだ。一体どういうことなのだ。新しい知識を生むのは職人の良いものを作ろうとする思い。ここで前回の天使はじゃがいもの頂で踊るを思い出してほしいの。前回は細く尖った最適化が失敗した歴史の話だったわね。今回はある意味でそのアンサーソングなの。つまりどうしたら細すぎる最適化をうまく克服して一段階上の最適化にたどり着けるのかという問題に取り組んでいるのよ。うまくいく最適化の秘密が一番の歌詞にあるのだ。頑固な馬車職人の自慢の可憐な娘。綺麗なその瞳に映るのは花よりも鋼。私が惚れるのは父子得る腕だけ。ある人を叩く隣町から来た遍歴職人。もたらされる回転軸の仕掛け。一番で親方の娘さんが求めていたのは父子得る腕だけ。これは土や鋼という言葉からして家事の腕のことよね。
あれ、そうすると遍歴職人がもたらした回転軸はちょっと方向性が違うのだ。ひ弱な男はいやとツンツンしてたけど、回転軸の良さを知って出れたってこと？そうね、家事の腕という狭い理想が乗り越えられたことになるわ。ここで重要なのは、娘は狭い路地でも鋭く軽やかに抜けることの良さが分かってたってことなの。なるほど、花が好きな娘だったら良さがわからないのだ。お父さんから良いものを作ろうっていう思いも引き継いでいたから、最初の理想を超えることができたってことなのだ。良いものを作ろうっていう思いは、3番のシートベルトの無償公開でも大切な役割を果たしているわ。特許で利益を最大化するという発想を飛び越えられたのは、車とはこうあるべきという理想や、命を守るという職人としての純粋な思いがあったからこそなのよ。要するに、古い最適化の良さを理解した職人さんの、もっと良いものを作ろうとする思いが、新しい考え方を取り入れていくってことなのだ。その通りよ。この思いこそが、狭い最適化を飛び越える力なのよ。今日のまとめなのだ。知識の継承はギルド、特許、オープンソースと段階を踏んで共有される範囲が広がってきたのだ。そしてその範囲が広がるごとに、EA の富、特許の富、注文の嵐というようにもたらされる経済的な利益も大きくなっていったわ。でもその新しい知識を生み出してきたのは金稼ぎだけじゃない。良いものを作りたいという職人さんの熱い思いだったのだ。今日も最後まで見てくれてありがとうなのだ。この動画が良いと思ったら、ぜひ高評価とコメントをお願いするわ。そしてチャンネル登録をすれば、あなたもあの親方の娘のように、自身の世界観を根底から書き換える、未知なる英知との運命的な出会いを果たせるかもしれないわよ。ただのチャンネル登録なのだ。次回は、天使、車輪ときて、今度は手が回る曲を解説するわよ。手が回る？どういうことなのだ？ふふ、お楽しみに。それじゃあ、また次回お会いしましょう。